広田照子さん、当時18歳。爆心地からおよそ 1.6 キロ、千田町にあった勤務先の広島貯金支局で被爆しました。職場に着いた直後に迎えた8時15分、猛烈な爆風で飛び散った無数のガラス片は広田さんの体に容赦なく突き刺さったといいます。8月6日の朝、元気に言葉を交わした母と弟は市内中心部での建物疎開作業に出て帰らぬ人となりました。戦後家族と懸命に支え合い生き抜いてきた広田さん。戦争がない世の中になってほしい。未来のある子どもたちが元気で成長していける国になってほしいと強く願っています。父が早く亡くなったもんで、母と弟と妹と、それとおばの家の女の子が一人ね、疎開してきとって。お母さんは働いてらっしゃったんですか？はい、頃今の祇園にあった三菱が東洋機械いう頃ですよね、当時は。だから子供を養わないといけないから、あそこは働きに行ってて、父がいないから貧乏してたから女学校へ行けないから、だから社会に出た人が時生徒の中で女の子で 4,5 人だったと思うんだけど、2人が受けに行ったんですよ、貯金局へ。学校の先生の推薦だったんです。母が昔から女の子は勉強しなくても読み書きそろばんができればいいそういう教育。たまたまそろばんが好きだったもんで。でちょうどその原爆の日が当番で建物疎開に出て、一番に母が家から坂道を降りながら行ってくるよ、それが最後に。それで次に弟が行ってくるって、中学ね、頃ゲートル巻いてみんなね行って、それでその時に一旦帰ったんですよ、お水が欲しい言うて。それが最後の松子の水やったと思うね。坂道を降りる姿いうのはもうずっと離れないです。弟もね中学1年で小さかったから。でその後私が出たんだけど、もう電車が満員でもうぎゅうぎゅうでね、一両のあれだから大変でしたので、ちょうど2分ぐらい遅れて横川で降りて、横川から宇品行きに乗って、ちょうど貯金局が大学の前だったからね、広田園の千田町2丁目で降りて、だから窓に覗いとった友達が「早くから遅刻よ」言うた人が半分ケロイドになって、2階に上がってちょうど席にそろばんを2丁ほど並べて、インク壺、頃ガラスのインク壺に紺と赤と緑、小豆へ入れると払い出しと利息の計算を。だからそのために個人の原簿いうのがあるんです。原簿庫があるんです。その原簿庫に取りに行こう思って立ったところへと感じ。ちょうど眼鏡は飛ぶわ、ガラスは来るわ、もう私も着てたもんが血でやれやから。慌ててこうしゃがんだけど、もう血まみれで、眼鏡はここにもうこんなのが入っとったし、口の中にもガラスが入ってたし、ここにまだちっこいのが入ってます。ガラスのね、シャワーガラスの窓側だったから。でちょうど働きに来た人、子供さん一人連れてきよった人がおったね。その人の泣き声とか壁が白い壁にね、血の跡がなんかいっぱいこうついて、
ぐちゃぐちゃですよ。足元は書類の散らばりとガラスの散らばりと怪我の人のね血の流れとか、もう私自身も血まみれだから、着とったものがこうするぐらい出血したから。だからその間のみんなとのあれのほとんどこう記憶に残ってないですよね。でどこへどうしていいかわからんから、たまたま下に降りて外に電話もねあれしたら専門の人ちょっと待って日赤に行こうって、ね、日赤まで連れてってくれたんですよ。でも日赤もダメだったんですよ。だから待ってきなさい、またどっかにね連れて行こう思って単価取りに帰る言うて行った友達ももうそれっきり帰ってこないから、私もどうしようもないから一人でこっち向けば煙と火のあれでねしないが、だから宇治な方面なら思って一人でとぼとぼ歩いて行ってた。やっぱし出血が多いもんだから倒れて、そしたらそこへ保証の人が立ってて、そこへ倒れたら死ぬ言ってまた思い切って立って、それが2回ほどあってでなんとか歩けたから、もうダメだろう思ったけど歩けたからね、みゆき橋がありますよね。みゆき橋を渡ってちょっと土手の方見たら友達がたまたま3人ほどいて、その人が寄ったから今助かってるんです。もうどういう話もなしに、ただそこ順番待ちのような感じだったと思うんですがね。みゆき橋から船舶隊の船で皆島行ったんだけど、その船の中で山中工場員があって、広大の付属ですかね、女学校があって、そこの生徒がもう火だるま、顔がこんなになって着るものをもうこの世の人とは思えないぐらいで、船でねやっぱし大勢の人を運ぶから、ちょっと当たれば痛い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 でどうしてもなくてですね、あれだけは忘れられないです。あの時の光景言ったらもう本当この世のものとは思えないぐらい。皆様言ったら馬小屋じゃないかなんでしょう、板の上になんか五輪のようなね敷物が敷いてあったんですよ。そこに寝かされて、それで軍隊の人がね赤チンで傷あちこちいっぱいこっちしてるから消毒してくれる。そして寝とったら枕元も子供やら人が痛い痛いって走り回ってバタバタ倒れてもう随分亡くなられました。5日ぐらい打ったような気がするんですがね、あそこに一緒に逃げた人の弟さんが確か国鉄に出ていらっしゃって、記憶がはっきりわからないけど迎えに来られて、一緒に古江の方だからそこまで連れて帰ってもらって、はい、ご自宅に戻った時には妹さんはいらっしゃったんですか？はい、妹が一人。頃学校行っても勉強できないからダメでいて働いてたから別にあれはなかったけど、ものすごく感激しましたよ。どうなるかもね、やっぱり寂しかったと思うし、妹が一人母を訪ねて市内に出たらしいの。大体母のあれは一緒にいた責任者の方がだから母は建物の下敷きになってまだ生きて助けて言ったんで、助けに来るから言って責任者の人が言われたらしいんですが、その人も1週間亡くなられたらしいんだけど、だから母は生きたままやけど亡くなってる。誰も助けてくれるねいないから生きたまま焼けたいうのは聞いてるんです。まだ命があっても引っ張り出してくれる人がいないね当時。だからその情景だけが自分ながらいろいろとこう77年間ですか今年頭の中で忘れられません。
だから母が亡くなったら大体この辺だいうので遺骨だけを持って帰っちゃって、それで弟はあの頃に中学1年全然わからんね。ただ帽子だけを学校から帰ったらお家で一人で将棋を指したりね、勉強私らは頭は良くないけど、弟は頭が良かったから優しい子で、本当に母が一番可愛がって、男の子一人でもんだからにもうどう言っていいかわからないけど、本当これからどうしていいのか辛いのか全然わからなくって、まだ18言ったらねあれだから一番大事な時期ですよね、今で言ったらね、娘で本家がありましたからね、本家の方に全部引き取ってくれて、本気でしばらく生活させてもらったんです。戦後局へちょっとね2年か21歳までは行ったと思うんですが、辞めるのは結婚するために。よくひろさんどういう結婚か、私同情結婚ね結婚したのは主人の妹が2人小学校とまだ1年生と3年ぐらいだったと思うんです。それを連れとったのがやっぱり同じ場所にいたからちょろちょろするのかわいそうで見てたらね、年がやっぱり主人も若かったし、主人は両親と弟を亡くし原爆で、主人はやっぱり東洋工業におったのが親を探しに出て2人で殺しました主人と妹が2人で3人、私に子供が4人おるから、結局ね8人家族でね貧乏しましたどうしようか思うが本気で働き出したのはちょうど40年の何月だったかね、38の時から保険会社へ、それから32年勤めたからちょうど70で退職して、2人で一生懸命働いてお家も建てて、で主人が59歳で病気で亡くなったもんだから、それからちょうど11年かね一人で頑張って。妹もやっぱし薬師が手記をね書いたこの前持ってきてくれたけど、お兄ちゃんのおかげでね原爆孤児にならなくて済んだいうようなことを書いたのをこう読ませてもらったけど、周りの人がね友達なんかが農家の人なんかがおったからよくしてくれてね、みんなに助けられた今日があると思うんですよ。だから周りの人にみんなに感謝してます。近所の人もいい人ばっかりで、子供にもね、子供もそれぞれ4人いるけど分担してね、で主人の妹2人も毎月1回は必ず話しに来てくれるね。だから人に恵まれたんだと思います。若い時ずっと毎年式典には来て遺族席に座ってあれしてたんだけど、もう年取ってからはね出られないから家で
だから8月6日いうのは毎年日記を書いてるんだけど、日記の後ろに空白のところには毎年また近づいたみたいにずっと書いてます忘れられないですね。今匂いもね、あの時の光景ももう目に映る。川は下の海でね、あの時のだから様子と匂いはいまだにまだ残ってます。あの匂いだけ忘れられません。原爆にもうあれなくならないですかね、原爆怖いです、考えたら。あの時の様子がやっぱりこう来るから、もうピカッとポンと。だから中庭に落ちたんかな思うほど窓際だったからね、いつまでも忘れられませんね。どうぞ平和な国になってほしい。とにかく平和であって、これからのね小さな子供が、ね、元気で遊べて成長できるような国になったらいいなと思って、そればっかし原爆のない国になってみんなが仲良く平和に生活できたらいいなと思って、それを思ってます。